死にたい夜があるならリスタートできる朝があってもいい。これは高校生の頃から私の胸の中にある言葉で、いつか書籍を出すならこのタイトルがいいなと思いながら日々過ごしてきたんですけど、自分の人生の中で書籍を出すタイミングよりも先にこの言葉を使いたい時が来たので、自分が自分に譲ってみました。冒頭の数分間なんか喋ってくれてなかったので、アフレコで少しお話ししてみようかなと思います。まずこのチャンネルに遊びに来てくださった皆様、本当にありがとうございます。このチャンネルはどこかの YouTube チャンネルと背景が全く同じなんですけど、登場人物は別物だと認識してくれたら嬉しいです。登場人物1、まずはじめに挨拶がてらチャンネル名などの説明だけさせていただこうかなと思います。嬉しそうな顔ですね。こんな感じでまだ自分の顔が映っていることに慣れていない人です。5時のメイド喫茶、これは私が新しいチャンネルをやりたいと思った時にすぐに思いついた言葉で、まず5時についてなんですけど、私の人生の中で一番思い入れがあって特別なのが夕方5時なんですね。私が生まれ育った家族構成は共働きで飲食店を経営している両親と、学年で3つ年上の姉が1人います。愛犬4匹を合わせないで人間だけで言ったら4人家族で育ちました。そんな4人で暮らしていった中で、私たち姉妹は習い事で忙しくさせてもらっていたし、両親は週に1日も休んでるところを見たことがなくて、なんか家族で出かけるとかも年一あるかないか、そんな家庭でした。それぞれがちゃんと忙しいような家族だったんだなって今思うんですね。だけどその家族が唯一集まるのが夕方の5時で、4人全員別々の人生を生きて、一度ご飯の時に集まってまた別々の人生に戻る。それが私の中ですごく特別だったんですね。このチャンネルを見てくれている視聴者さんとは直接お友達でもないし、直接家族でもないかもしれないけど、どこかつながっていて、この動画を見てくれている時だけはなんだろうな、私と同じ人生の休憩ポイントにしてほしいというか、なんかちょっと言葉で表すのが難しいんだけど、この動画の時だけ同じ時間を過ごして、お互いね、見終わったらまた私も視聴者さんも別の人生を歩んでいく、そういう空間にしたくて5時って名付けました。次の動画から夕方5時に YouTube アップロードします。これは余談なんですけど、私昔から夜ご飯は夕方5時のイメージしかなかったので、なんか未だにご飯を誘っていただいた時に夜の8時とか9時とかだと夜ご飯パート2だと思ってます。一人の時は未だに夕方5時に食べてるかな。お休みの日も絶対夕方5時というか5時までにご飯を終えるっていう認識かな。そんな感じでメイド喫茶は淡白な理由なんですけど、私お帰りなさいませご主人様っていう言葉ってやばい、めちゃめちゃ愛情のある言葉なんじゃないかって思い始めていて、このチャンネルにお帰りって言ってあげるのも私でありたいし、なんかその人を思いやるっていうことが仕事っていうメイドさんがすごくスペシャルに思えていて、人間を支える仕事だったり人に仕えるっていうそういう仕事がすごく素敵だなと思って、私もみんなのメイドさんになりたいと思って、ちなみに5時限定のね、そうだから私はこのチャンネルの中では5時メイドさんという方です。よろしくお願いします。あと最後にこのチャンネルのアイコンでもあるプリンのボタンについてです。プリンはメイド喫茶のプリン、めっちゃシンプル。そしてこのプリンがボタンになってる画像はミルが AI で作った。20回ぐらいラリーしてやっと満足のいくプリン作ってもらえてアイコンにしてみちゃった。でこのボタンの意味は、メイドさんの誰かのボタンを直してあげるっていう思いやりがある行為がすごく自分的に印象的で、自分に置き換えた時、誰かのボタンをお直ししてあげる瞬間って人生であんまりないし、あったとしても自分が大切にしている人だけなんだなって思って、私にとっての大事な存在は皆さんなので、みんなの気持ちを直ししてあげるというか、ほつれを修復してあげたいというか、そんな思いで5時のメイド喫茶と名付けました。末永くよろしくお願いします。
でこのチャンネルは私がただただ喋りたいことを喋るっていうただそれだけのチャンネルなんですけど、今までの YouTube スタイルだとこの部分が収まりきらなくて、これから先何するとかは何も決まってないんですけど、とりあえず私がずっと喋ってる動画なのかなとは思います。この後からね、私が喋り出すので映像の中の私にバトンタッチしようかなと思います。いただきます。酸っぱい年末も近いっていうこともあって、なんかお家にあるねチーク菓子もうなんか全部掃除でやりたいなと思って、今日はやりながらお話ししたいなと思うんですけど、で皆さん時をかける少女って見たことありますか？映画なんだけど1時間40分ぐらいの映画かな。この5時のメイド喫茶を1本目載せるにあたって、なんか最初に話しておきたいことがちょっとたくさんあって、その話をねさせていただきたいんですけど、私その時をかける少女っていう映画を見てから結構自分の中で考え方が変わったっていうことがあって、それが今の私の生き方って言ったらちょっと大きいけど、その生き方に影響を及ぼしてくれた映画だから、時をかける少女の大まかなあらすじを言うと、高校生の誠っていう女の子の主人公のひと夏の思い出を描いた映画なんだけど、あることをきっかけにその主人公の誠がタイムリープをねできるようになっちゃうの。そのタイムリープができるようになるきっかけっていうのが、誠は学校に行くまでの間に自転車で通ってるんだけど、その学校の帰り道に自転車のブレーキが壊れちゃって坂道を止まれずに電車にひかれてしまうっていうところから始まるのね、映画自体が。その時に言ってる誠の言葉がもう自分的にはすごくなんか人間だなって、私的にはすごく印象的な言葉で、ちょっとそれいい言っても2006年の映画だ。じゃあ私が5歳の時の映画、そんな前なんだ。ちょっと待って、ミルが印象的に残っている言葉の描写的には、これ止まれなくて転んじゃって電車に実際にひかれてしまうまでの間で考える言葉があるんだけど、読み上げるね。まさかとは思うんだけど死ぬんだ、今日で最後なんだ、こんなことになるならもっと早く起きたのに、寝坊なんかしないし遅刻もしない、天ぷらももっとうまくあげる、バカな男子にぶつかられたりしない、今日は確かナイスな日なのにって言って、ボーンってなるのね。もうこの言葉を見た時に、これってめちゃめちゃ人間を表してるなってすごく思ったの。誠は学校に行く時に毎日のように寝坊しちゃってて、いつも到着もギリギリみたいな、キンコンカンコンで学校に入るぐらいな感じだったの。結構天然で、なんかおてんばキャラみたいな。で、ちょっと不器用なのね。この惹かれてしまう日の家庭科の授業で、誠が天ぷらをね、うまく揚げれなくて、クラス中に迷惑をかけちゃうの。なんかちょっと火が出ちゃったりとかしちゃって。その帰り道に惹かれますってなった時に、こんなことになるならもっと早く起きたのに、だから死んじゃうって分かってたならもっと早く起きたのに、寝坊なんかしないし遅刻もしない、天ぷらももっとうまく揚げるっていうの。基本的にさ、人間ってさ、めちゃめちゃ後悔しながら生きていくもんじゃん。で、後悔って言わずとも、なんかあの時こうしてればこうだったのになとかさ、いやこの人がこうだったらなとか、どちらかというと多責になっちゃったりとか、そういうサイクルを人間って死ぬまで繰り返していくんだなってやっぱり思ったの。考えた時に、ミルは後悔なく生きようってめちゃめちゃ思ったのね。で、実際にその時をかける少女っていう映画自体はもう時間は戻せないしやり直せないから、今ある瞬間を大事にして全うして生きようって。で、過去は変えれないけど未来は変えていけるから、未来のために未来にフォーカスして生きていきましょうっていうような感じの映画なのね。なんかそれを誠の心情だったりとか恋愛観とかを用いて描かれてるっていうやつだから、もうすごく面白いのでぜひ見てほしいんだけど、で私はその映画を見てからなんかすごくグッとくるものがあって、人生のベース後悔しないように生きようとか365日チャンネルの方でよくねその話をしてたんだけど、この映画を見てから後悔ないように生きてるから、あの時こうしてればよかったっていう人生の後悔が今のところないのね。この映画を見てから自分の選んだ選択を後悔しないように動いていくことが努力なんだろうなって思ったから、自分の選んだ選択を正解にするための動きを始めたっていう感じなのね、この映画を見るようになってから。だからなんかすごく勉強になるような映画で、なんでこの動画一発目でこの話をしたかったかっていうと、私の人生のモチベーションベースがそこにあるのね。でね、全部話が繋がってくるんだけど、
なんか私の生きるモチベーションだったり、頑張りたいモチベーションが、大枠で言うと、なんか自分がこうやって死んでしまう時に、神様とかそういうこの世界を作った人に、この人間作ってよかったな、上出来だったなって思ってほしくて、なんか頑張りたいっていう気持ちが多いのね。で、なんかその話をした時にさ、なんか、はいはい、神様とか、思ってる系ねって思うと思うんだけど、なんか私の人生のベース、そのカートゥーンネットワークっていう世界観が好きで、なんかそこの二次元の、フィクションの世界に入れることが気持ちがすごい楽なの。そういうことをよく考えながら生きてるというか、だからなんか、はいはいはい、フィクションの中の話の関連ね、みたいな感じで聞いてくれたらすごいありがたいんですけど、神様ってなってるんじゃなくて、まあ、いるよねっていう感じ神様はいるよねっていう、この地球を作ったゲームマスターが絶対いるので、なんかそのゲームマスターにミロを作ってよかったって思ってもらいたいよね。ってなった時に、自分が人生を終えるまでに、この地球上に自分が生きた証をいっぱい残しておかないとって思ってるのね。手段としては SNS だったり、こういうね、動画として、自分の部屋以外の場所に自分の存在をちょっとばらまくっていう言い方なのかな。じゃあ海外旅行に出かけて海辺に行った時に自分の足跡を砂浜につけてくるっていうのも、私はアメリカで私の生きた証を残してきましたとかっていうのもいいな、楽しいなって思うの。ミロは選択肢的に素敵だなって思う。ベースそういうことを考えながら生きているのね。私はアンミルっていうブランドを運営させていただいているんですけど、なんかそのアンミルをやる理由とかも、こうやってアンミルの商品があって、私がこの世に生まれてなければ、この世に存在していなかったものになるわけ。私が作ってるというか、プロデュースさせていただいているので。で、デザインも私だしってなった時に、私がこの世での生涯を終えた時に、この私が作ったものが、何らかの形を通して誰かのお家にあるとかさ、そういうのって私がこの世にいたからあるものじゃん。だからミルはそれをお揃いしてくれるっていう行為がすごく嬉しくて、特別に思えてて、みんないつもありがとうってすごく思いながら活動させていただいていて、早4年が経つんですけど、ありがとうございます。私のブランドは4周年目に入りました。なんかそういうことをベースで生きてるから、このコンテンツを始めたっていうのも、なんかそのミルと365日の方のチャンネルでは、こんなに長々と話せるタイミングがなんかなかったの。なんか Vlog っていう枠組みだし、20分以上さ、私がずっと喋ってるっていうのも、なんか違うなって思ってたから、別の居場所が欲しくて、私的にはね。そう、だから今回、この5時のメイド喫茶っていうチャンネルを作らせていただいたっていう感じ。よく私が発する言葉として、自分が生きている間に、この地球上に残しておきたいことってたくさんあるなってやっぱり思うんですよ。自分が特別だから残していきたいって思ってるとか、本当にそういう自己肯定感が高い話じゃなくて、なんだろうな、自分が生きてたっていう証が欲しくて、選ばれし者がこうやって呼吸ができてさ、なんか食器とかさ、自分よりちっちゃい陶器でさ、いい気持ちになれたりとかさ、こうやってなんか、イェイ、グミ作れますみたいな。なんて素晴らしい世界に生まれてきてしまったんだってミラいつも思うのね。型に入れます。みんなさ、ミルが何作ってるか覚えてるこれね。ここに置いとこうか。もう本当に生きるモチベーションがそこにあって、で、このチャンネル自体も自分の居場所になったら嬉しいなって思う反面、みんなもなんだろうな、特別に思ってもらえたらすごく嬉しいなと思ってて、だからこのチャンネルを始めました。なんか私が思ってることって全部が正解じゃないし、間違ってることもね、もちろんあると思うから、それはね、本当にコメントしていただいたりとかすごく嬉しいですし、まあ、こんなに広い世界の地球で、なんか言ってる人いるね、みたいな感じでも思ってくれたらいいなって思う。だから本当に人生のモチベーションとして死ぬ時に後悔したくないのね。死ぬ時に後悔したくないし、でもさ、みんな言うじゃん、人間って。後悔のないように生きましょうって言うじゃん。でもそれをいざ目の前で後悔しないように生きようねって言われたとしても、何をどう後悔しないように生きればいいのかわからないじゃん。みんな言うの、口揃えて。後悔ないように。死ぬ時に自分の人生に自信持てるように生きましょうみたいな。みんな言うけど、何を頑張ればいいかなんかさ、みんなわざわざそこまで言わないじゃん。それを自分で探すのが楽しいと思うのね、見る的には。それが人生だと思ってるから。おデブちゃんになっちゃった。だからそういう人に時をかける少女を見てほしいって感じ。なんかさ、いろいろさ、考えをさ、言ってくれる人がいるけどさ、実際にその言葉を見て、じゃあ自分はどうしたらいいんだろうって、なかなかさ、考えられる時間もないと思うし、みんなも忙しいからね。だから、ミロはなんかそういうことを常々考えていたいの、人生的に。自分が生まれてきた意味とはとか、も考えていきたいし、逆に言えば自分が毎日努力したら生まれてきた意味増えるんじゃないかなとか常日頃思ってるし、なんだろうな、なんかちょっと難しいんだけど、でいつも Vlog の中で話はしてたんだけど、
なんか枠に全然収まらなくて、すごい喋るじゃん、私。そう、だから収まらなくて、今の考えを元に考えた時に、なんかもしかして私って不特定多数の誰かになんかメンヘラをしてるっていうよりか、なんか世界にメンヘラを起こしているような気もしてきてて、最近。なんかメンヘラとかじゃなくて、なんかなんだろうな、ドドッ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 ドドドドメンヘラみたいな感じ。よくいるじゃん。一人、なんか彼氏にメンヘラ起こしちゃうとか、なんかそういう次元じゃない気がするんだよね。世界中の方を目の前に、一人でも多く私が生きてたっていうことを覚えててほしいの。なんだろうな。あんまり大きい声で言わない方がいいと思うんだろうけど、なんか地球上の反対側にいる人までも、なんか自分が死んだ時を悲しんでほしいなって思っちゃうのね。でも言ったけど、どんな方法でもいいの。例えば、じゃあ、日本の反対側でよく言われるのはブラジルとかだったら、ブラジルに友達を作るでもありだと思う。物理的に自分が住んでいる地球の反対側にいる人まで私の生死を喜んでくれる人が欲しいんだったら、ブラジルに友達作るありじゃないみたいな。物理的な感じで言うとね。だから手段は選ばないの。こういう考えになってから、なんかもう死にたいとかって思うのをやめたのね。なんかあんまり軽く言っていい言葉じゃないと思うんだけど、なんかすごくメンタルの部分で弱い時期があって、なんかその時になんかすごく嫌なことがあった時にすぐなんかもうやめたくなったの、人生。リセットボタンを押したくなるの、すぐ。はい、もう嫌だー。はんみたいな感じになっちゃって、その考えが思春期ぐらい、高校生の頃から専門学校、社会人かじってるぐらいの時もずっとなんか考えてたの、それを。ちょっと私の基盤を知っといてほしかったというか、でも今よくよく考えて思ったんですけど、なんか自分メンヘラじゃないと思ってたけどみたいな言ったじゃないですか。でもよくよく考えたら、私のもう一個の方のチャンネルの見ると365日っていうチャンネル名って、365日1年間あるうちの1日でも多く私の動画でみたいな感じだったの。私の動画でなんか心が落ち着いてほしいはちょっと言い過ぎが。ほんとごめんね、なんかじゃあ生意気なことだよね。そう言ってたりとかしてたし、それがチャンネルの由来の名前ね。で、私が運営させていただいているアンミルっていうブランドも、アンドミルの造語なのね、アンミルって。私と一緒にみたいな、ミルっていう名前なんですけど、私と一緒にみたいな、ウィズミルみたいな意味合いと一緒なのね。そう、だからなんか私が作ったもので、みたいな感じだったの、イメージ的には。私のドドッ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 ドドドドメンヘラっていうところでは、ずっと前から始まってたんだなと思いました、今、よくよく考えたら。ミルと365日、アンミル、そして5時のメイド喫茶。だからメンヘラチャンネルが3つに増えたっていう感じですね。メタモン。めっちゃ可愛い。いい匂いする、しかも。ということで、私なんと今動画をですね、1時間撮っているんですね。ほとんど喋ってたかも。可愛く言えば私ってすごいおしゃべりなんですね。で、悪く言うとうるさいっていう感じなので、なんかこのチャンネルで話したいっていうことをなんかたくさん投稿させていただければいいなって思っています。どうかお付き合いください。はい、ぜひこれからもよろしくお願いいたします。やばい、穴開いちゃった。ポケモン詳しくないから見たもんがわかんないかも。ちょっと待って、これパティシエ失格じゃない？はい。もうメタモンむずいよ。でもこれすごい可愛いね。バニラみたいな味する。匂い可愛い。ちょっと急いで。やばい。やばい。終わった。めっちゃ終わってない？もう私こういうの上手だと思ってたのに、自分で。急げ、メタモン3。またやった。めっちゃ可愛いやん。はい。はい、無事に完成したということで、ちょっと食べようかな。これめっちゃ美味しい。ココアサブレみたいな。いっぱい入ってて100円とか150円とかのやつの味する。美味しい。周りはホワイトチョコみたい。めっちゃ可愛い。プリプリ。1位、2位、3位。これは編集のお供にします。バイバイ。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。